日本人は世界でも有数の長寿国であり、健康的な体質を持っていることで知られています。その背景には、遺伝子、食生活、環境などの様々な要因が複雑に絡み合っていると考えられています。この動画では、日本人の強さの源泉とされる5つの能力について、その特徴や本来の機能を取り戻す方法を詳しく解説します。瞬発力と持久力。日本人の強さの源泉を探る。遺伝的素因と環境要因。日本人が瞬発力と持久力の両方を兼ね備えている理由は、遺伝的素因と環境要因が複雑に絡み合っていると考えられます。遺伝子レベルでは、ACTN3 遺伝子という遺伝子が瞬発力に関与することが分かっています。この遺伝子には、RR 型、RX 型、XX 型の3つの型があり、RR 型は側近繊維が多く、XX 型は遅近繊維が多いと言われています。日本人は RX 型が多い傾向があり、これが瞬発力と持久力のバランスの良さにつながっている可能性があります。一方、環境要因としては、食生活や運動習慣などが挙げられます。日本人の伝統的な食生活は、炭水化物が多く、脂肪が少ないのが特徴です。これは、長時間の運動を支えるエネルギー源である炭水化物を多く摂取し、脂肪を蓄積しにくい体質を作るのに役立ちます。また、日本人は古くから農業や漁業などの肉体労働に従事してきたため、自然と持久力が鍛えられてきたと考えられます。トレーニングによる強化。近年では、遺伝子検査によって自身の ACTN3 遺伝子型を知ることができるようになり、それに合わせたトレーニングを行うことで、瞬発力と持久力を効率的に強化することが可能になっています。また、近年注目されているのが、HIITHIGH、INTENSITY、INTERVAL、TRAINING と呼ばれる高強度インターバルトレーニングです。これは、短時間の高強度運動と休憩を交互に行うトレーニング方法で、短時間で脂肪燃焼効果と持久力向上効果を得ることができます。このように、日本人は遺伝的素因と環境要因によって、瞬発力と持久力の両方を兼ね備えた体質を持っています。さらに、トレーニングによってこれらの能力をさらに強化することが可能なのです。バランス感覚。畳と下駄が育んだ日本人の強み。多様な環境がもたらす適応力。日本人の優れたバランス感覚は、畳の上での生活や、下駄や草履を履いて歩く習慣だけによって育まれたわけではありません。山岳地帯や海沿いの地域など、多様な地形や環境に適応してきた歴史も関係していると考えられます。山間部に住む人々は、傾斜地を歩くために体幹を鍛え、海沿いの地域に住む人々は、波の上を歩くためにバランス感覚を養ってきたのです。このように、日本人はそれぞれの地域に合わせた生活習慣の中で、自然とバランス感覚を身につけてきたと言えるでしょう。武道と精神性の影響。また、柔道や剣道などの武道が盛んなことも、日本人のバランス感覚に影響を与えていると考えられます。これらの武道では、体幹を鍛え、瞬時に体の重心を移動させることが求められます。こうした訓練を通して、日本人は優れたバランス感覚と動体視力を培ってきたのです。さらに、日本人の精神性も、バランス感覚に関係しているかもしれません。日本人は、調和や中庸を重んじる文化を持っているため、自然と体のバランスを意識するようになっていると考えられます。現代社会への生かし方。近年、高齢化社会の進展に伴い、転倒による事故が大きな社会問題となっています。転倒予防には、筋力や骨密度の維持だけでなく、バランス感覚を鍛えることも重要です。日本人はもともとバランス感覚に優れていますが、現代社会では、運動不足や長時間座り続ける生活習慣などにより、バランス感覚が低下している人も少なくありません。そこで、意識的にバランス感覚を鍛えるトレーニングを取り入れることが大切です。具体的には、片足立ちやヨガ、体幹トレーニングなどが効果的です。また、普段の生活の中で、背筋を伸ばして歩くことや階段を使うことなどもバランス感覚を鍛えるのに役立ちます。日本人の優れたバランス感覚は健康維持やスポーツのパフォーマンス向上だけでなく様々な場面で役立つ貴重な能力です。今後も伝統的な生活習慣や文化を生かしながら現代社会に合ったバランス感覚トレーニングを開発していくことが重要です。柔軟性星座と武道が育んだ日本人のしなやかさ。生活習慣と文化の影響。日本人が柔軟性に優れている理由は、幼い頃から星座や体操、武道などを習う機会が多く、そういった生活習慣や文化が関係していると考えられます。星座は、股関節や膝の柔軟性を高める効果があります。幼い頃から星座を続けることで、自然と股関節や膝が柔らかくなり、柔軟な体づくりにつながります。体操や武道も、
柔軟性を高める効果があります。体操では開脚や前屈などの柔軟性を高める運動が、武道では体幹を鍛え、しなやかに体を動かすことが求められます。このように日本人の生活習慣や文化は柔軟性を高めるのに適した環境と言えるでしょう。遺伝的素因。近年では遺伝子研究によって柔軟性に影響を与える遺伝子があることが分かっています。コラーゲンやエラスチンなどのタンパク質の産生に関わる遺伝子や関節の可動域に関わる遺伝子などが柔軟性に関係していると考えられています。日本人はこれらの遺伝子において柔軟性に有利な変異を持っている人が多いという研究結果もあります。つまり日本人は遺伝的に柔軟性に優れていると言えるでしょう。柔軟な体は怪我の予防や運動能力の向上だけでなく、日常生活での動きやすさにもつながります。特に高齢者になると筋力や骨密度の低下により転倒のリスクが高くなります。柔軟な体であれば転倒しても怪我をしにくくなります。また運動選手にとっても柔軟性は重要な要素です。柔軟な体であれば可動域が広くなり、より大きなパフォーマンスを発揮することができます。さらに柔軟な体は日常生活での動きもスムーズにします。体が硬いと体を動かす際に痛みを感じたり、思うように動けなかったりすることがあります。しかし柔軟な体であれば体の動きがスムーズになり、日常生活が快適になります。柔軟性を高めるためには戦術したバランス能力を高め、身体の連動性を高めることが大切です。身体のつながりのないまま行うストレッチ等は意味をなさないこともあります。また日常生活の中で意識的に体を動かすことも大切です。例えばエレベーターではなく階段を使う、長時間同じ姿勢で座らないなど、ちょっとした工夫で体を動かす機会を増やすことができます。強い心肺機能は食と自然が育んだ日本人の強さ。食生活の影響。日本人が強い心肺機能を持っている理由は、米や魚などの和食を中心とした食生活が関係していると考えられます。和食は脂肪や糖質が少なく、食物繊維が豊富なため、血液がサラサラになり、心臓や肺への負担が軽くなります。また魚には DHA や EPA などの不飽和脂肪酸が豊富に含まれており、これらの脂肪酸は心肺機能の向上に効果があることが分かっています。一方、欧米の食生活は脂肪や糖質が多く、食物繊維が少ないため血液がドロドロになり、心臓や肺への負担が大きくなります。また肉類に多く含まれる飽和脂肪酸は心肺機能を低下させる効果があることが分かっています。環境の影響。山や海などの自然豊かな環境で生活することも強い心肺機能を育むのに役立ちます。山間部に住む人々は標高の高い場所で生活するため、空気が薄く酸素濃度が低くなっています。このような環境では心肺機能を向上させるためにより多くの酸素を体内に取り込む必要があります。海沿いに住む人々は海風によって肺活量が鍛えられます。また泳ぐことも多く自然と心肺機能が向上します。心肺機能のメリット。強い心肺機能は持久力を高め、疲れにくくするだけでなく免疫力向上にも効果があります。持久力が高ければ運動を長く続けることができ、体力向上につながります。また疲れにくい体であれば仕事や家事などの日常生活もスムーズに行うことができます。免疫力が高ければ風邪や感染症にかかりにくくなります。特に高齢者にとって免疫力向上の効果は重要です。心肺機能を鍛える方法。日本人本来の心肺機能を取り戻すためには、ランニングや水泳、サイクリングなどの有酸素運動を定期的に行うことが重要です。特に長時間継続できる運動が効果的です。また重たいものを持ち上げたりする運動を行うことで心肺機能向上に効果があります。筋肉に酸素を運ぶための血液量が増え、心肺機能が向上します。丈夫な骨遺伝子と食生活が育んだ日本人の強さ。遺伝的素因。日本人が丈夫な骨を持っている理由は、カルシウムの吸収効率が高い遺伝子を持っていることが関係していると考えられています。CTNNB1 遺伝子という遺伝子は、カルシウムの吸収に関与することが分かっています。この遺伝子には、ARG145ARG 型と ARG145CYS 型があり、ARG145ARG 型の人は、ARG145CYS 型の人よりもカルシウムの吸収効率が高いことが分かっています。日本人は、ARG145ARG 型の人が多い傾向があり、これが骨密度が高く骨折しにくい体質につながっている可能性があります。食生活の影響。納豆や豆腐などの大豆製品を多く摂取する食生活も骨粗しょう症予防に効果的なことが分かっています。
大豆製品にはイソフラボンという成分が含まれています。イソフラボンは女性ホルモンであるエストロゲンと似た作用を持ち、骨密度を維持する効果があることが分かっています。また、大豆製品にはカルシウムやビタミン K などの骨の形成に必要な栄養素も豊富に含まれています。一方、欧米の食生活は肉類や乳製品が多く、大豆製品が少ないため、骨粗鬆症のリスクが高いことが分かっています。丈夫な骨のメリット。丈夫な骨は老後も元気に活動するために欠かせません。骨粗鬆症になると骨密度が低下し、骨折しやすくなります。骨折は痛みや運動機能の低下だけでなく、寝たきりや介護が必要になるリスクも高めます。丈夫な骨であれば骨折のリスクを減らし、自立した生活を長く続けることができます。骨を丈夫に保つ方法。骨を丈夫に保つためには、カルシウムやビタミン K などの骨の形成に必要な栄養素をバランスよく摂取することが重要です。また、適度な運動をすることも大切です。運動は骨密度を維持し、筋力を向上させる効果があります。特に体重負荷のある運動が効果的です。さらに、日光を浴びることで体内でビタミン D を生成することができます。ビタミン D はカルシウムの吸収を促進する効果があります。まとめ、遺伝子、食生活、環境などの様々な要因が複雑に絡み合い、日本人の強さの源泉となる5つの能力が育まれてきました。これらの能力は健康や長寿だけでなく、スポーツや日常生活など様々な場面で役立っています。今後もこれらの能力を維持、向上していくための研究や取り組みが重要です。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録をして次回の動画をご期待ください。